はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？いやー、それよかったね。おかげさまでね、柴崎もね、ご覧のように今日も元気でやってます。ところでね、今日はね、素晴らしいゲストをお招きしてます。はい。では、ご紹介しますね。大人気のね、YouTube チャンネル、のがチャンネルののがさんです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、YouTube チャンネルのがチャンネルで短時間で効果が出る筋トレやストレッチを配信しています。本日はすごく楽しみにしていました。よろしくお願いします。のがさんは、普段なかなか絵はあまりね。そうですね。描く機会は全然描かないですね。ないと思いますので、今日はどんな絵描くかとね、こんな感じの絵ですね。すごい難しそう。描けるかな。これが一見ね、難しく見えるんだけども、結構簡単に描けるかもわかんないんですよ。で、これをのがさん描いて、お友達に見せるとね、天才が現れた。絶対言ってくれるような雰囲気に仕上がる予定なんですね。はい、楽しみです。で、まずは、こんな感じだから、これにぴったり描く必要ないんですけども、大体の感じでちょっと形取りましょうね。はい。はい。では、まず、のがさんに鉛筆を持っていただいて、まず、こう全体にお花をどこら辺に描くかを大体こう、当たりをつけてみます。それでイメージを持ちましょうね。はい。これはのがさんのお好きなんですけども、大体この辺かなとか、イメージを持ちます。そうだね。少し大きく描くと豪華に見えると思います。じゃあ大きく。そうです、そうです。もう遠慮なく。いいですね。もうすでに会長は調子が出てきて。だんだんと。はい。で、大体描けたので、今からですね、絵を描いていくんですけども、今日はこのマスキングというやり方をしていきます。はい。マスキング。はい。これがマスキング液です。これですね、生ゴムでできてるんですね。ゴム？はい、ゴムなんですよ。いきますと下から不思議な匂いがします。このゴムで要するに紙を覆ってしまうわけですね。はい。はい。で、これを今から筆で塗っていくんですけども、これはゴムですからピタッとくっついてしまうんですね。で、いきなりこれを筆で塗ると筆が固まってしまって悲惨なことになりますので、それ今からちょっと待ってください。固まらないように今からちょっと処理しますので。使う道具はこれです。これはね、石鹸水なんですね。石鹸水。はい。まず石鹸水をつけます。石鹸水をつけてからマスキング液をつけて、そしてこれを例えば花びらの模様のようにこうやって描いていくわけです。なるほど。そうです、そうです。いいですね。手つきはすごくいい。そういう雰囲気ですよ。いいですね。全然こうタッチがこう生きてくるようになりましたね。はい。そんな雰囲気ですよ。それでは花がうまくできたと思いますので、ここの柿を描きましょうか。はい。こののがさんが好きな色、で塗っていいんですけども、藁みたいな色合い。バスケットにしたいです。なるほど。もしそうであれば、オーカーみたいな色をいっぱい溶いてきて、アンバー系の色なんかを加えて、まずお水をパレットにいっぱいこう持ってきて、はい。もっと持ってきても大丈夫ですね。はい。で、そこに、これかな？そうですね。はい。はい。混ざっても大丈夫ですので。そうです。で、結構濃いめに。濃いめに。濃いめにたっぷり溶きます。アンバーを加える。はい。で、それで、この花に重なるようにして、ご自分の好きなバスケットの形を描いていきます。はい。はい。そうです。はい。では今度は後ろを描きますから、これ見るとこんな色してますよね。はい。こんな色で今からいっぺんに塗ってしまいます。こうやって塗っていくだけです。あ、すごい弾いてる。それは全く問題ないですね。塗ってももうマスキングしてありますので心配ないので全部塗っていきます。もう花が見えてますよね。浮かんできましたね。すごい。そうです。綺麗に塗る必要は全然ないですから、
こう、むしろムラでいいですね。はい。はい。ムラのまま。そうです。なんかムラでいいってそれだけで嬉しいです。そうなんですよ。綺麗ですね。はい、綺麗にしました。そしたら、今度は床を塗りましょうね。これを線をつけて塗ってもいいですね。なんか、紙の紙が残るようにして描いても綺麗かと思います。もう乾いたとこは上から引いても大丈夫なんですね。そうなんですよ。今度はこの日陰を描きます。はい、これの日陰ですから、当然これがあるわけですよね。はい、ちょっと待って広めに塗ってから、でもこれ花がこっちにこう飛び出ているので、結構そっちの方にもこう日陰がある可能性があります。境目がいいですね。その回ね、滲んだ方がいいんですよ。ぐちゃぐちゃっと。いや、今すごく綺麗だと思います。いや、僕もそうやって滲ませましょう。その回滲んだ方がいいんですよ。はい。そういうのが綺麗なんですね。では、いよいよこれでできたので、このマスキングを剥がしてみましょうね。はい。手で、こうやってると、こう剥がれると思います。指の腹でやれば、本当だ。すごい。はいはい。おー、剥がれました。結構感動するでしょ？本当だ。これ楽しいですね。はい。すごい。ちゃんとお花の形してます。剥がれると一気になんかすごい白い綺麗な色が浮かび上がって、お花が咲いたみたいに。もう飾れそうですね。今度は今からこの花に日向の花と日陰の花を作ります。こうやって塗ってしまいます。はい。そうです、そうです。こんなちょっと白を残してもいいんですよね。はい。はい。白を残してあげると余計、ここは日陰かなっていうふうに見えます。いいですね。こんな感じかな。そうですね。では今度はこの真ん中を描きましょうか。はい。あまりきちんとした正しい円でなくて大丈夫です。絵ですので、むしろ歪んだぐらいの方が綺麗かと思います。いいですね。そういう感じですよね。うまい。綺麗に咲いてきましたね。はい。素晴らしいです。そうです。ちょったり、真ん中。そうですね。もう花咲いてきましたよ。咲いてきました。では、だんだんもうできてきましたので、今度はこういう花ですね。こういう感じになります。そうです。そうなんですよ。結構ハマるでしょ、これやると。ハマりますね。なかなかでも花びらの感じが。でも、よく出てますよ。ちゃんとこう、外雰囲気、はい、出てます。じゃあ今、かけてきたので、じゃあ今度は、こんな紫の花も描きましょうか。はい。こうやって、ちょっとこう描く感じです。こんな感じ。はい。そうですね。もう、結構あちこち描いても大丈夫です。いいですね。それの花器のあたりも、ね、お花描いてあげましょう。随分綺麗になりましたね。いいですね。とてもいいです。そういう柔らかな感じです。いいですね。華やかになりましたが。はい、すごい。一気に隙間が埋まってきて、華やかになってきました。はい。ではね、なんとか無事にヨガさん頑張ってくれてね、書き上がりました。では作品見てみましょう。はい、これですよ。はい、どうぞ。ねえ。すごい。いや、もう一人だったら絶対描けなかった。一個一個の工程は本当にって思うこともあったんですけど、完成するとすごいちゃんと絵になるんですね。この写真では見えないところを想像して描くっていうのが楽しいところでもあり、難しいところでもあるなって思いました。でも意外とこうね、描いてみれば実物以上に実際の花っていう感じがするのね。深みがすごく出て。ほら、皆さんすごいでしょ？農家さんの、ね。新しい才能が。本格的に描いた水彩ですよ、これ。ね、新しい才能がね、花開いて。これからなんか YouTube の内容がすごい変わるかもわかりません。お絵描きチャンネルになるから。というわけでね、はい、今回は、野賀さんとのね、コラボの企画で、野賀さん、水彩画を描きましたよ。これで、今日の全般は終わりです。ではね、後半は野賀チャンネルでお会いしましょう。野賀さんがね、仕事の合間にできる、ストレッチを柴崎へね、指導してくれるということで、本当に楽しみにしています。はい。ということで、全般ね、長い時間見てくれて本当にありがとう。はい。またすぐお会いしましょうね。はい。どうもありがとう。
はい、野村さんでした。ありがとうございました。